恐竜みたいな。これは大阪のものづくりの楽しさを知ってもらいたい。とある会社の物語。この辺の配管は僕らがやってるんです。これ今日撮っていただくのはこれの後ろを組み立てるのをメイン。ロケットでもミサイルでもない、一体この機械は何なのか。これを一番最初につけて、で緑のやつをつけて、黄色いやつをつけて、で丸いやつを1、2、3、4ですね。組み立て作業のリーダーが41歳の小林、そして宮北、大家の3人で巨大マシンを組み立てる。3人でこれくっつきます？巻いて巻いて。何かを釣るんですか？今からね、スクリューコンベヤーっていうのを取り付ける。釣り上げて、設置する。4点釣りで、そういうこと。釣るところが4箇所になるんで、高さ調整するためにチェーンブロック。作業主任者の小林が基本的にクレーンの操作を行い、宮北と大家が釣り荷を持ち上げるための器具の取り付けや釣り荷の向きの指示を行う。そういうことか。大家が釣り荷のスクリューの頭をもっと左に振ってほしいと小林に指示。これに小林が釣り荷の左側を上に上げ、そのタイミングで反対側にいた宮北が引っ張る。このようにして釣り荷の位置を調整し、強力の上はめ込んでいくのだが、それにしてもこの巨大な機械は一体何なのだろうか。想像がつかないです。全く想像つかない。飛んでるずーっとよ。この周りって土ですよね。もう山の中ですね。トンネルを掘るための機械、シールドマシン。高速道路や地下鉄、下水道を通すためのトンネルなどを作る巨大機械だ。人間はこの中入る。そうです。このシールドマシンを動かす人と、それを組み立てるブロックを組み立てる土工屋さんと。わあ、これは岩を置くだけ。圧かけるんです。ずっと回して転がなくこんな感じ。こっちぐる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 回る。R なんぼですよって徐々に曲がる。急には曲がれない。大阪市にある大峰機工は奥村機械製作本社工場の常駐業者で、小林たちはそこに所属する社員。奥村機械の管理のもと機械製造を行うのが彼らの仕事だ。時にはパーツの間の狭いところにも入り込み、フルハーネスをつけているとはいえ高所も厭わない。上は何やってるんですか？今から玉掛けを外してる。もうスクリューを設置したんで、シャックルで止めてるんで、それを外してる。一体彼らはどんな思いでやっているのだろうか。次はどれを？これをボルト取り。続いてはシールドマシンの中で作業員が歩くためのデッキを取り付ける。スクリューをかわし上に持っていかないといけなくて、山の中や地中に潜ったこのマシンはトンネル内部で人が作業を行う必要があるため、機械の中には多くの設備を有する形となる。今からちょっと物当たるから斜めて入れる。チェーンブロックを引っ張ることでデッキの左側を下にしようと試みる。デッキを傾け隙間から入れ込む作戦だ。
ところが一緒じゃないんですよ。毎回違うんで。その都度試行錯誤。そうです。シールドマシンはその都度トンネル工事に合わせた設計図になるため寸法はバラバラ。そのため複雑な形状の取り付けはいつも難航するのだという。作業を無事に終えることはできるのだろうか。30手前シュートで入られたんですか？そうですそうです。僕これをね現場で組み立てる監督してたんですよ。仕事を東京の方でしてて、でこっちの地元が関西なんで帰ってきて、この工場で今度作りたいな。人が集まる会社には約60年の歴史あり、僕が前の会社辞めてこっち来た時に会長がやっぱりその募集かける時にシールド経験3年以上で体力がいりますっていうなんかすごい条件があって、誰がそんな会社に来んねんって思ってたんですよ。シールド経験3年以上なんかあんまりいないですから。でやってみたらやっぱりストイックな人で厳しくて、失敗したら徹底的に直して、で、そういう会長にずっとつけてきたっていうのがあります。先代の仕事への姿勢、それを学べたことが転職して一番良かったことだという。真所さん、今の社長についての思いは？そうですね、僕が入った時から経験って言ってもそんなに変わらなくて3年ぐらいなんですけど、戦友じゃないんですけど、半分ライバルみたいな、部署は違うんですけど、その辺でずっとやってきて、そういうの共感できる仲間やなっていうふうには思ってます。2年前、会長の次男真所重久が3代目代表取締役に就任。僕は社長のことをね思ってたのは、やっぱり嫌なことを全部やるで、しんどいことも自分でやる、陰の努力している、そういうのが俺はすごい買ってて、正直今数をこなして品質もそうですし安全も全部のことを見て、とにかくいいものを作って、で失敗のないやり直しのないそういう作業、それをずっと目指してますね。何やってるんですか？これを一方こちらは部品の製造作業。恐竜みたいな。キリコって建設はひょっとしてこれカス？そっか、スクリューでやってるから。機械を使い鋼材を必要なサイズに調整し、シールドマシンの部品を作るのも小林が勤める会社の仕事だ。これはもう、その先端を入れ替えてますけど、いきなり行くとここ R なんで、もうあちこち右に左に行くので、順番にちょっとだから細身から入ったんですね。細い方から細から入った。あ、そういうこと。部品同士を溶接などで接合し、パーツを大きく。こうした部品の集合体で巨大シールドマシンはできていく。プラモデルのように組み合わせていく作業を行うのが小林たち仕上げ組み立て班なのだ。先ほどトンネル工事の作業員が歩くデッキの取り付けに苦戦していた組み立て班。もう一回。こうなんちゃう？いけるんちゃうから。オッケー。今1本入った。結局デッキを一部解体し
少し小さくすることでなんとか機械に装着。ビタッと垂直のところですね。そうですね。そしてでこれいきます。これ黄色。はい。これはシールドの何になるんですか？シールド持ってたらこうブロックがいっぱい出てトンネルになるんです。その円を保つためのもん。このパーツはその名も形状保持。トンネルを掘る際には外部から土砂の圧力がかかる。そのため作ったトンネルの形を保つための部品が必要となるのだ。なんかすごいの来ましたよ。なるんですか？これは片足クレーン。片足クレーンで、これをね片っぽだけでグーッと持ち上がると下に落ちて壊れちゃうんで、クレーン2個で作って下ろして相釣り。みんなで声掛け合いながらやるから、はい、チームワーク大事ですよね。そうなんですよ。チームワークが全てじゃないですかね。息が合ってないとできないんで。ねそして3人は巨大なパーツを取り付けようとしていた。ダブルダブルで、後ろのが重いんで前を3トン2台、まっすぐ釣りたいんですけど、この上の釣りピースの位置がねとこおらんくて、で前調整するためにチェーンブロック使って、直径6メートルのシールドマシンの外周にあたる部分。クレーンのフックをかける場所が右に寄っているため、このまま持ち上げるとパーツが回転してしまう。そこで持ち上げる力が右側に強くかかるよう玉掛けを調整した。こうして終わったこの日の密着撮影。小林たちはこの仕事を毎日10年以上続けている。そんな職場にこの夏ニューフェイスが入ってきた。よし、今日から浜田さん、日産を見て、応募、していただきました。浜田と申します。今年で39歳になります。よろしくお願いします。まあこれまでにね、ものづくりの楽しさを知ってもらいたい。まあ特に若い方、事務仕事もねやっぱり達成感あると思うので、こう自分たちがやった品物が動いて生活に役立つ。ちょっと目には見えないんですけど、俗に言う 3K ですけれども、職人というかこういう仕事はもう終わりがないんで、ずっと新しい、技術が身についていく。未経験だけど、そうです。僕も未経験だったら大丈夫です。29で入った時は未経験です。今も70歳の人も働いてるんです。一生手につく仕事だと思います。働かれて長いんですか？俺として20年ぐらい。働きやすいですか？働きやすい。和気あいあいとやってます。和気あいあいなんですか？冗談言いながら頑張って